おはようございます。メグリカミ太一です。今日は旬のグリーンアスパラガスアスペグジュベアを使ってアスペグジュベアアラポロネーズを紹介します。動画の中ではアスパラガスの下処理の仕方、茹で方を詳しく解説していきます。それではアスペグジュベアアラポロネーズ一緒に作っていきましょう。まずアスパラガスですけども、ホワイトもグリーンも切り口があまり乾いていないもの、新鮮なものを選んでください。やはり収穫したてのアスパラガスが一番美味しいです。その後このように手で折ります。包丁で切っても構いませんけども、手で自然に折れるところで折ると硬い部分が入りません。ですのでこのように手で折ってください。その後この袴の部分、先っぽの方は置いておいて、その下の部分をきれいに取り除いていきます。この袴を取り除く作業ですけども結構手間です。ですけども出来上がりがだいぶ変わってきます。袴がついているものとついていないもの、かなり食感が違ってきますので一度試してみてください。このようにきれいに袴が取り終わっています。長さはまちまちになってますけども、これから揃えていきます。決まった長さに揃えてきれいに切っていきます。この切り揃えた時に出たカスの部分ですけども十分美味しいので置いといてください。もちろんソテー、スープなどにも使えます。長さが揃ったところで下から4センチぐらいのところに目印をつけます。やはり下の部分皮が硬いのでそれを取り除きます。目印に沿ってペティナイフで一周薄皮に印を入れます。その後かつらむきの要領でこのように皮を剥いていきます。次はエコノムを使ったやり方を紹介します。先ほどと同じようにペティナイフでまず薄皮を一周きれいに切ります。その後エコノムを使ってエプルシェしていきます。どちらの方法でも構いませんのできれいに処理してください。ただ緑のアスパラガスですけども皮の部分に非常にアスパラの味が含まれていますのであまり剥きすぎないようにした方がいいと思います。ただ袴はない方が口当たりが良くて美味しいと思いますのでぜひこのような感じで下処理してください。で今回のポロネーズ風に必要なガルニチュールを用意していきます。まずパセリのしずれを用意します。よく洗って乾かしたイタリアンパセリの葉っぱだけをよく切れる包丁を使ってしずれしていきます。切り終わったらもちろんカードを使って入れ物に移し替えておきます。続いてゆで卵の黄身だけをタミゼしていきます。このゆで卵ですけども沸いてから11分のゆで卵です。それではガルニチュールが揃ったのでアスパラを湯がいていきます。多めのお水の中に塩を入れてきっちりと沸いたところにアスパラガスを入れて火を入れていきます。まず最初に軸の部分を入れて10秒ほど待ってから全体を火を入れていきます。やはり下の方が火が入りにくいのでこのちょっとした差が最後仕上がりに大きく影響してきます。あまり沸きすぎてない状態、これぐらいの状態で
火を入れていきます。あまり沸かしすぎると先っぽが鍋に当たって先っぽが崩れてしまいます。人によっては何本かをフィッセルでまとめて束にした状態で火を入れる人もいます。ですけど私個人的にはそうするよりもこのままバラバラで火を入れた方が好きです。束にしてしまうと火の入りが均一になりませんし、周りに糸の跡がついたりしますので、私はこのように火を入れます。最後にパン粉入りのブルノワゼット焦がしバターを作ります。このようにバターを入れて中火でじっくり溶かしながらこのまま焦がしていきます。完全に溶け出したら笛などを使って混ぜながらブルノワゼットにしていきます。この時混ぜずに放っておくと乳床のサイズがバラバラになってノワゼットになる感じが均一になりません。ですので笛で混ぜながら乳床を均一の大きさにしながら焦がしバターにしていきます。香ばしいいい香りのするブルノワゼットができたらここでパン粉を入れます。パン粉を入れたらパン粉も美味しそうな色になるように火を入れていきます。ブルノワゼットもパン粉もいい感じに色がついたところで火の入りを止めます。その時は鍋底を水につけて一気に温度を下げて火の入りを止めます。これでパン粉入りの美味しいブルノワゼットができました。それでは盛り付けていきます。温かいお皿に湯がいたアスパラガスを置いていきます。そこにタミゼした黄身を振りかけて、次にパセリのしずれを振りかけます。そこに黒胡椒、粗くひいた黒胡椒とフルドゥセルをかけます。そして最後にパン粉入りのブルノワゼットをかけて完成になります。今回の料理非常にシンプルですけども、アスパラガスの下処理の仕方、焦がしバターの作り方などたくさんのテクニックが入っています。このアスパラガスと焦がしバターの香ばしい香り、パン粉のサクサクした感じが非常に美味しい料理になっています。ぜひ作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。